大変光栄ですね。で、もともとストリート・オブ・レイジのミュージックっていうのはそのサウンドにすごく影響を受けて作った音楽なので、それが何年も10年以上も経ってからそれを聴いてその時多分すごく子供だったと思うんですけど、それを聴いて育った人たちがそういう DJ とかアーティストになっているっていうのは非常に光栄に感じます。90年代の、クラブミュージックっていうのは、本当に一番クラブミュージックとして面白いいろんなスタイルがあったんですね。でそのいろんなスタイルをストリート・オブ・レイジで表現したらどうなるんだろうっていう実験みたいなことをやってたので、実際そういうものに対して反応があるっていうのは本当に嬉しいことです。今私はゲームミュージックを中心にいろんなゲームの曲を作っているので、それは昔から変わらないんですけれども、ベアナックルの頃っていうのはベアナックルとか、スーパーシノビっていうゲームがあるんですけど、それらがほとんど、私がその時にすごくクラブミュージックにハマっていたのでそういうものをたくさん聴いていたんですけれども、今はむしろクラブミュージックだけではなくていろんなタイプの楽曲を作っていますから、何か一つのクラブミュージックを聴いているっていうわけではなくてありますよね。例えばトランスミュージック、トランスとかハウスとか、もう昔90年代とは比べ物にならないぐらい多くのジャンルがあります。でそういうものをたくさん聴いてますし、あとオーケストラ、クラシックとかそういうものもありますし、映画音楽もあります。あとジャパニーズ J-POP ですね、ジャパニーズポップもあります。なので本当にいろんなものを聴いています。はい。僕の方は、僕が興味あるのはもう本当に新しい音楽っていうのが一番興味あるんですね。でそういう意味では常にだから新しい音楽を表現していきたいっていう気持ちで音楽を作ってることが多いので、そういう意味ではその音楽の仕事で常にそういうものを求められるとは限らなくて、要は仕事は仕事っていうか、逆に割り切らなくちゃいけないこともあったりとかで、できたらその自分の理想とする音楽をやりたいと思いながらも今までやってきたんですけど、なかなかやっぱり仕事だと新しい音楽ができなかったりするので、これからは自分のそのアルバムの中で発表したりってことをしていきたいと思っています。はい、ストリートブレイジ3の時に、作った、特別なプログラムがあって、でそれがミュージックのフレーズを、メロディーとかを半ば自動的に生成して、でその人が、なんでそれを作ったかというと、当時のテクノのムーブメントでもあったんですけど、思いつかないようなランダムなフレーズっていうのがすごくそれを取り入れることが非常に刺激的だったんで、そういうのが普通のクラブされつつあった時期に自分も同じようなことをゲームミュージックで表現できないかなと思って作ったのがそのアルゴリズムで M98 っていう名前をつけて M98 っていう名前をつけたんですけど、それをじゃあ今日もそういうのを使っているかっていう質問だと思うんですけど、当時はすごい画期的なプログラムではあったんですけれども、今日ではすごく普通というか誰もが考えつく手法の一つなので、別にそれを特別使っていますとかそういうものではなくて、それは今は普通に音楽の中で利用することもありますし、それ以外の方法をじゃあ何か使っているかっていうと、本当にいろいろたくさんありすぎてちょっとそれは説明で難しいんですけど、日々いろんな試みはやっています。はい。僕は、M98 の方は、ベアナックルの時は、2曲ほど使った感じなんですね。それで、ただ僕のなんですけども、どうしても自分の手が入ってしまうというか、なんかちょっと人間臭い方が好きだったりして、でそういう自分の中でブレンドというか、機械と人間味っていうのの
小城さんのバランスとはちょっと違うバランスがあったんじゃないかと思うんですけども、でそこがまた2人で面白いのかなとは言ってたんですけど、で今でもやっぱりテクノミュージックとか好きなのはやっぱりその機械なのか人間なのかっていうそのバランスを、でも逆に人間の手以上のものを音楽で表すと、それは僕とっても好きな感覚なんですね。でなんでそのバランスはいつも追求していて、多分今実際にある全てのソフトとかのランダム性は僕は普段趣味のように追っかけて、どのブレンドが面白いのかなってことは結構知ってます、やってます。この質問なんですけど、それはまだ何も話が決まってないので、ちょっとこのことについてはちょっと流されちゃうとまずいかなって感じですね。まだ何も決まってなくて、これからお話を進めていきたいと思っているので、はい。っていうことも逆にあまり言わない方がいいかなと思います。はい。そうですね。一瞬ピアノって言おうと思ったんですけど、孤島にピアノ持ってったら錆びちゃって動かなくなっちゃうからだから電子楽器の方が、でも電子楽器もね電気がいりますからね。だから、ひょっとしたらあまり上手には弾けないんですけど、ギターを持ってっとくのが一番いいのかなっていうふうに思いますよね。エレクトリックミュージックだとちょっとなんか壊れたらどうしようとかね、そういうのあるじゃないですか。だけどギターだったら弦さえ張れればついていけるし、だからそうかな。アコースティックギターですかね。ベアナックルを作ってた当時の僕だったら間違いなく TB303 って言うと思ったんですが、それを逆に今だったら何て言おうかって考えながらでもやっぱり TB303 なのかなってやっぱり思いますね。バイオンがすごく豊かに出て、ずっとループ再生しててもつまみいじっててすごく気持ちよく聴けるんで、やっぱりあの音はもう他にないかなと思いますので。はい、わかりました。On va peut-être garder ces points-là.